はいどうも、こんにちは、こんばんは、しばです。今回は PS5 のサブアカウントの作り方について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それではサブアカウントを作成する方法を解説していく前に、サブアカウントを作成することのメリットを解説していこうと思いますが、特に家族で1台の PS5 を使用する人たちが一番恩恵が大きくなっています。もしも PS5 を使用するときに一つのアカウントを家族みんなで使用している場合、FPS ゲームなどをやっているのであれば、キルデス比といった成績が変わったり、他の人がプレイしていたセーブデータを間違えて上書きしてしまったり、プレイ時にもらえるトロフィーが勝手に解除されたりするなど、嫌な思いをしてしまう時があったりします。しかし、サブアカウントを作成して一人一人にアカウントを割り当てて使用することで、そのようなことを防ぐことが可能になるので、事前にサブアカウントを作成しておくのがおすすめです。他にも小さなお子さんが PS5 をプレイする場合に、保護者の方がペアレンタルコントロールというゲームプレイに関する制限を子供用のアカウントにかけることができるので、安心して PS5 を使用して遊ばせることができるようになっています。この動画を確認しながらサブアカウントを作成してもらえれば、初心者の方でも簡単に作成することができますし、ユーザーの切り替え方法やパスワードの設定方法、PS プラスについても解説しているので、動画の最後まで確認していってください。それでは PS5 のサブアカウントの作り方を解説していきます。まずはホーム画面の右上にあるアカウントアイコンを選択し、ユーザーを切り替えを選択してください。次にこのような画面が表示されますが、ユーザーを追加を選択してください。次にこのような画面が表示されますが、作成を開始を選択してください。次に PS5 のシステムソフトウェア使用許諾契約の画面が表示されるので、内容を確認して問題ないのであれば、同意するにチェックを入れて確定を選択してください。次にサインイン画面が表示されますが、今回は新しいアカウントを作成していきたいので、アカウントを作成を選択してください。次に生年月日を入力する画面が表示されるので、生年月日を入力したら次へを選択してください。ちなみに13歳未満の生年月日を入力した場合は、この後の設定の途中から保護者の方が操作を行うところがあります。13歳未満の生年月日を入力した場合のサブアカウントの作成方法に関しては、動画目次の13歳未満の人がサブアカを作成するやり方から確認することができるので、13歳未満の方がサブアカウントを作成していく場合は、保護者の方と一緒に確認しながら設定してみてください。ここからは13歳以上の生年月日を入力した場合の画面で解説していきます。次に住んでいる国または地域と使っている言語を選べる画面が表示されるので、それぞれ設定できたら次へを選択してください。次にサインイン ID を入力していきますが、E メールアドレスがサインイン ID になるので、スマホや PC で使用している E メールアドレスを入力してください。もしもスマホのメールアドレスは使用したくなかったり、E メールアドレスを持っていない場合は Gmail アドレスを取得するのがおすすめです。Gmail アドレスは無料で取得することができるフリーメールアドレスとなっており、誰でも簡単に作成することができるようになっているので、Gmail アドレスの作成方法がわからない人は説明欄に記載している動画リンクをチェックしてみてください。次に文字、数字、記号から2種類以上使用して8文字以上でパスワードを入力してください。入力することができたら次へを選択しましょう。次に名前を入力する画面が表示されますが、この名前は PS5 内で表示される名前になるので、本名を入力する必要はありません。後から変更することもできるので、好きな名前をローマ字で入力してください。次にソニーからの様々な情報を受け取る方法を選択していきますが、必要であれば好きな方法をオンにして、不要であればオフにしてください。できたら次へを選択しましょう。次に住んでいる場所の情報を入力する画面が表示されるので、まずは郵便番号を入力してください。郵便番号を入力すると自動的に都道府県と市町村が入力されるので、問題ないのであれば次へを選択しましょう。次にアカウントのアイコン画像として表示させるアバターを選択できる画面が表示されるので、好きなアバターを選択してください。するとアバター画像が決定されるので次へを選択しましょう。次にオンライン ID を入力する画面が表示されるので、好きなオンライン ID を入力してください。ちなみにオンライン ID は後から変更することも可能となっています。
しかし1回目の変更は無料ですが、2回目以降は1000円の費用がかかってくるので、この時点でしっかりと考えてオンライン ID を入力するのがおすすめです。できたら次へを選択しましょう。次にプライバシー設定を選択していきますが、5つの項目からプライバシー設定を選択できるようになっています。上4つに関しては自分のオンライン上でのプレイスタイルに合ったイメージで選択すれば、それに合ったプライバシー設定にすることが可能です。ちなみに一番下の設定をカスタマイズを選択すると、各プライバシー設定を自分好みにカスタマイズすることができるので、好きなプライバシー設定にできたら適用を選択してください。次にデータ収集に関する画面が表示されるので、内容を確認して基本データのみか同意して続けるのどちらか好きな方を選択してください。次にパーソナライズという画面が表示されますが、各項目を選択すると詳細な説明が表示されるので、内容を確認してオンオフの設定をしてください。設定できたら同意して続けるを選択しましょう。次に PSN 利用規約とプライバシーポリシーを確認できる画面が表示されるので、内容を確認できたら同意するにチェックを入れて確定を選択してください。次に E メールアドレスの確認という画面が表示されますが、 PS ストアで買い物をしたりマルチプレイなどのオンライン機能を使うには E メールアドレスの確認が必要となっています。この画面が表示された段階でサインイン ID のところで入力した E メールアドレスに確認メッセージが送信されているので、受信箱に届いたメールを確認して確認するをクリックしてください。もしも受信箱にメールがない場合は迷惑メールフォルダを確認してみましょう。確認するをクリックすると E メールアドレスが確認されましたという画面が表示されるので、 PS5 の画面に戻って確認しましたを選択してください。次にアカウントを保護という画面が表示されるので、内容を確認できたら OK を選択してください。次に2段階認証の設定画面が表示されますが、必ずしも必要ではないので今回は後でを選択します。必要だと思う人は画面の指示に従って設定していってください。次にパスワードを忘れてしまった時のために携帯電話番号を追加設定できる画面が表示されますが、必ずしも必要な設定ではないので今回は後でを選択します。必要だと思う人は画面の指示に従って設定していってください。次にアカウントの作成が完了したという画面が表示されるので OK を選択してください。次にファミリー管理に関する情報が表示されますが OK を選択しましょう。すると作成したアカウントにサインインした状態で PS5 のホーム画面が表示されます。このままゲームをプレイ開始してもいいですが、動画後半でユーザーの切り替え方法とパスワードの設定方法、PS プラスに関する情報を解説しているので、そちらもチェックするようにしてください。サブアカウントを作成するときに13歳未満の生年月日を入力した場合は、途中で保護者の方が操作を行うところがあるので、通常のサブアカウントを作成する画面とは異なっています。なのでここからは13歳未満の人がサブアカを作成するやり方を解説していきますが、生年月日を入力したら次へを選択してください。次に住んでいる国または地域と使っている言語を選べる画面が表示されるので、それぞれ設定できたら次へを選択してください。次にプライバシーについてのガイドを確認できる画面が表示されるので、プライバシーについて学ぶを選択して内容を確認してください。確認できたら次へを選択しましょう。次にここからは保護者の方が設定していく必要があるので、保護者の方にコントローラーを渡してください。保護者の方がコントローラーを受け取ったら続けるを選択しましょう。次に子供用のアカウントにペアレンタルコントロールという設定を行えるようにするために、保護者の方が使用しているアカウントを選んでファミリー管理者に設定する必要があります。すでに保護者用のアカウントを作成しているのであればそちらを選択してください。もしも保護者用のアカウントを作成していないのであれば、アカウントを追加を選択して新しくアカウントを作成するようにしてください。次にファミリー管理者に設定するためにはそのアカウントでサインインする必要があるので、手動かプレイステーションアップのどちらかでサインインするようにしてください。今回は手動でサインインしていこうと思います。サインインすることができたらそのアカウントがファミリー管理者に設定されます。ここから子供用のアカウントを作成していくので次へを選択してください。次に先ほど子供が入力した生年月日が本当に合っているのか確認する画面が表示されます。確認して問題ないのであれば OK を選択してください。
次にサインイン ID を入力していきますが、E メールアドレスがサインイン ID になるので、スマホや PC で使用している E メールアドレスを入力してください。もしもスマホのメールアドレスは使用したくなかったり、E メールアドレスを持っていない場合は Gmail アドレスを取得するのがおすすめです。Gmail アドレスは無料で取得することができるフリーメールアドレスとなっており、誰でも簡単に作成することができるようになっているので、Gmail アドレスの作成方法がわからない人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次に文字、数字、記号から2種類以上使用して8文字以上でパスワードを入力してください。入力することができたら次へを選択しましょう。次に名前を入力する画面が表示されるので、ローマ字で名前を入力してください。ちなみにこの名前は PS5 内で表示される名前になるので、本名を入力する必要はありませんが、家族で PS5 を使用するのであれば、誰がどのアカウントなのかすぐにわかるように名前を決めるのがおすすめです。入力できたら次へを選択しましょう。次にアカウントのアイコン画像として表示させるアバターを選択できる画面が表示されるので、子供と相談しながら好きなアバターを選択してください。するとアバター画像が決定されるので次へを選択しましょう。次にオンライン ID を入力する画面が表示されるので、好きなオンライン ID を入力してください。ちなみに子供用のアカウントで設定したオンライン ID は後から変更することができなくなっているので、よく考えて入力するようにしましょう。入力できたら次へを選択してください。次にプライバシー設定を選択していきますが、5つの項目からプライバシー設定を選択できるようになっています。上4つに関しては子供がオンライン上でゲームをする時のイメージで選択すれば、それに合ったプライバシー設定にすることが可能です。ちなみに一番下の設定をカスタマイズを選択すると、各プライバシー設定を自由にカスタマイズすることができるので、状況に合わせて好きなプライバシー設定にしてください。設定できたら適用を選択しましょう。次にデータ収集に関する画面が表示されるので、内容を確認して次へを選択してください。次にパーソナライズについてという画面が表示されますが、内容を確認できたら次へを選択してください。次にペアレンタルコントロールの設定画面が表示されますが、簡単に言えば年齢制限があるゲームをプレイする場合に、年齢を満たしていないならプレイできないようにする設定や、勝手に課金したりしないように利用限度額の設定などが行えるようになっています。各設定項目を確認して状況に合わせて設定してみてください。設定できたら確定を選択しましょう。するとこのような画面が表示されるので OK を選択してください。次に遊ぶ時間を管理できる設定画面が表示されるので、必要であれば今すぐ設定を選択して画面の指示に従いながら設定してください。今回は後でを選択して設定を進めていきたいと思います。次に PSN 利用規約とプライバシーポリシーを確認できる画面が表示されるので、内容を確認できたら同意するにチェックを入れて確定を選択してください。次にユーザー作成とゲストログインの制限という画面が表示されるので、内容を確認できたら OK を選択してください。次にお子様の E メールアドレスを確認するという画面が表示されますが、子供用のアカウントで PlayStation ネットワークにサインインするには E メールアドレスの確認が必要となっています。もしもサインインしていない場合、先ほど設定したペアレンタルコントロールの設定が適用されないので、必ず確認するようにしてください。ちなみにこの画面が表示された段階でサインイン ID のところで入力した E メールアドレスに確認メッセージが送信されているので、受信箱に届いたメールを確認して今すぐ確認をクリックしてください。もしも受信箱にメールがない場合は迷惑メールフォルダを確認してみましょう。今すぐ確認をクリックすると E メールアドレスが確認されましたという画面が表示されるので、 PS5 の画面に戻って確認しましたを選択してください。次にアカウントを保護という画面が表示されるので、内容を確認できたら OK を選択してください。これで保護者の方が行う設定は終わったので、コントローラーを子供に渡してください。コントローラーを受け取ったら OK を選択しましょう。するとアカウントの作成が完了しましたという画面が表示されるので OK を選択してください。すると作成したアカウントにサインインした状態で PS5 のホーム画面が表示されます。このままゲームをプレイ開始してもいいですが、この後解説するユーザーの切り替え方法とパスワードの設定方法、PS プラスに関する情報を確認しておくのがおすすめなので、この後の内容もチェックしてみてください。
複数のアカウントを作成したのであれば、ユーザーの切り替え方法を理解しておく必要があるので、やり方を解説しておきますが、ホーム画面の右上にあるアカウントアイコンを選択してユーザーを切り替えを選択すると、今まで作成したユーザーが表示されるので、切り替えたいユーザーを選択して切り替えるようにしてください。ちなみに家族みんなで PS5 を使用するのであれば、間違えて自分のアカウントに他の人がサインインしてしまわないようにパスワード設定をしておくのがおすすめです。それではやり方を解説していきますが、ホーム画面右上にある歯車マークの設定を選択してください。次にユーザーとアカウントを選択します。次にログイン設定の項目の中にある PS5 ログインパスコードを設定を選択してください。するとログインパスコードを入力できる画面が表示されるので、コントローラーの各ボタンを押して4桁の数字を入力してください。次に確認のためにもう一度同じパスコードを入力してください。パスコードの設定が完了すると元の画面に戻ります。あとはユーザーを切り替えたり PS5 を再起動したりしてパスコードでサインインすることができるのか確認してみてください。今回のやり方でサブアカウントを作成する前にメインアカウントで PS プラスに加入していた場合、その恩恵をサブアカウントでも受けることができるのか気になる人もいるのではないでしょうか。これについてですが、 PS プラスに加入しているメインアカウント内のとある設定が有効になっているのであれば、 PS プラスの一部の機能を無料でサブアカウントでも利用することができるようになっています。例えばサブアカウントでもオンラインプレイを行うことができたり、 PS ストアからダウンロードしたゲームや DLC を共有できるといった機能を利用可能です。ただ PS ストア以外での課金、例えばセガ ID やスクエニ ID での課金をしていた場合はサブアカウントでは使えなくなっているので注意してください。あとその他の注意点として、ゲームによってはある一定の年齢を超えていないとオンラインプレイやゲーム自体のプレイが行えないゲームもあったりします。サブアカウントを作成した時に生年月日を入力したと思いますが、その情報をもとにプレイが行える年齢なのか確認が行われるので、条件を満たしていない場合は PS プラスに加入していて他のアカウントでもゲームの共有ができる場合でも、そのアカウントではオンラインプレイやゲーム自体のプレイが行えないので注意してください。これを改善するには特定の年齢になるまで待つか、リクエストを送信して保護者の方にペアレンタルコントロールの設定を変更してもらう必要があります。今後ペアレンタルコントロールの設定を変更する方法を解説した動画を作成する予定なので、投稿された場合は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。ちなみにサブアカウントでは利用できない PS プラスの機能として代表的なのは PS プラスのクラウドストレージでセーブデータのバックアップを行う機能です。この機能を利用したいのであればサブアカウントで PS プラスに加入しないといけないので注意してください。ただセーブデータのバックアップに関しては他の方法でも行えるようになっています。今後 PS5 のセーブデータのバックアップ方法を解説した動画を投稿する予定なので、投稿された場合は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。最後に PS プラスに加入しているメインアカウント内のとある設定が有効になっているのであれば、 PS プラスの一部の機能を無料でサブアカウントでも利用することができるといったので、その必要な設定の確認方法を解説していきます。まずは PS プラスに加入しているメインアカウントにサインインしたら、ホーム画面右上にある設定を選択してください。次にユーザーとアカウントを選択します。次にその他の項目の中にあるコンテンツ共有とオフラインプレイを選択してください。するとこのような画面が表示されますが、この PS5 ではコンテンツ共有とオフラインプレイが有効になっていますと表示されているのであれば、 PS プラスの一部の機能をサブアカウントでも利用することが可能なので確認してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、ギアティクスというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。